ねえ、あさちゃん、もし寿商店の後継ぎがいなくなったらどうする？だって私たちはいいとしても、その後子供たちがもし継ぎたくないってなったらさ、その他にも誰も継がないとか。おいおい、なんか寂しい話だな。でも十分にあり得る話だよね。町の魚屋さん自体減ってるし、今稼げる仕事って今の時代いろいろあるからね。そうか、そうなると俺がずっとやってきた仕入れのやり方、販売、調理の仕方、それからたくさんついてきた信用とか大事にしてもらったお客さん、大丈夫、大丈夫、私たちは頑張るから、そう、私たち頑張ってつなぐから。でも本当に、もし自分が最後の後継者になったらどうしよう。愛情を込めて泣きの魔法全国へ届ける魚お魚さんに感謝をして今日は何の日かな。おはようございます。魚屋の森です。さあ今日は何の日かなということで、かなちゃんと今日は一緒です。おはようございます。今日はここですね、渦潮で有名な鳴門海峡に来ております。徳島県ですね。はい。で、今時間は4時半。4時半。4時半ですね。ということで、この時間のロケというと、両ロケでございます。よっしゃー。久しぶりじゃないですか。久しぶりだね。全然 OK。今日はここね、この企画、リアル水産ドキュメンタリー企画、第6弾。来たね、6弾まで。かなちゃん初参加ですね。ドキュメンタリーシリーズ初参加です。このドキュメンタリー企画を初めて見る視聴者さんもいると思うんで、私たちがこう魚のさ売り場に立ってるとさ、魚って高いねとかさ、もう全然こんな値段じゃ買えないよとか言われるじゃん。で、私は一番気になったのは、魚って原価タダなのになんでこんな高いのって一回言われたことがあって、それめっちゃ悔しくない？悔しいね。ねえ、やっぱり魚って取る人があって運ぶ人があって、私たちみたいにこう加工したり調理する人がいて、でようやく皆さんの口に届くもので、プロセスとかそれまでにある物語みたいなのがもっともっと伝わるべきじゃないかなっていうことで始めたのがこのドキュメンタリー企画です。なので魚の生産現場、そして漁師さんですねのところに行って取材をして、その物語を伝えていくっていう企画になります。その第6弾。今回のテーマはこちら。最後の後継者になるかもしれない漁師さん。最後の後継者、どうですかこのワード、かなさん。なかなか考えさせられるワードですね。でもいろんな現場に行くとやっぱり水産現場どこもさ、後継者がいない。で、これに関して私応募メッセージを読んだ時に、今回のこの方に関してはもっと別の視点での課題があるんじゃないかな、ただ単にその漁業を続けられないっていう以上の課題があるんじゃないかなと思って今回応募させていただくことになりました。というのは、最後って何？確かに何が最後なんだろう。それだけにこう漁師さんが少ないのかな。減ってきてるんだね。それでもなんか最後の後継者って、例えば定置網とかあったらさ、他にもねやってる方がいるから続くんだけど、自分が辞めちゃったらこの量がなくなるかもしれないっていう希少な量らしいんですよ。それにちょっと今日は迫っていきたいと思うんだけど、これ私たち後継ぎがもし辞めちゃったりしたら、一番最初になくなるものって何だと思う？例えばその漁師さんが最後っていうことは、辞めちゃったらなくなる。まあでも魚が来ないよね。それも一理ある。だけど多分我々後取りがさ一番心配してるのは、もし寿商店の後取りやめた時に一番最初に失うものは、目に見えてそれ寿商店魚が食べられなくなるかもしれない。でもそれ以上に社長が長年培ってきた目利きだったりとか、思いの部分だったりとか、歴史を失うことが一番大きいんじゃないかなって思うんですよ。そう思うと、彼のエントリーのメッセージを見ていると、一番そこの部分の思いが強い。で、この技術とか文化とか歴史が失われてしまうかもしれない。そんなところにちょっと魅力を感じて今日はやってきました。ということで、失われるかもしれないこの技術だったり量、ここに迫ってみて、知られなければこのままなくなってしまうかもしれない、そんな思いを汲み取ってですね、知られてほしいということで、私たち魚屋森さんチーム、今日はしっかり取材をしていきたいと思います。ということで、行ってみよう。行ってみよう。おはようございます。お願いします。お願いします。今日お願いします。
天気いい感じですか？ちょっと南の風が出るんですけど、まあ、今日行く場所はあんまりそんなにこう風が吹いても荒くない場所なので、ここまでにちょっとまあジャバジャバなるかな。ジャバジャバなるか。荒くはない。すごい、もうこの状況でわかるんだね。大体決めてますね。何年くらいやってるんですか？16年目。 16年目。あ、一緒だ。事業承継歴。私も16年目です。あ、そうなんですか。はい。おいくつですか？僕は36年。この漁協組合でも最年少なんですよ。一本釣りの中では最年一本釣りの中で最年少。だから最後の後継者かもしれない。長。そうです。ここは鳴門町漁協組合にやってきました。ここから乗ってくって、ここまで船を持ってきてくれるそうですので、気をつけてね。一本釣りって名の通りの一本釣りよね。一本こう垂らしてえいってやって釣ってえいってやって釣ってってことでしょ。一日どんだけ釣れるんだろうね。ちなみにこれ何時間の漁なんでしょうか？3時間だって。3時間。これを毎朝続けるんだ。だから3時間行ってさ、釣りしたとしてもさ、20匹も釣れたらええ方じゃない？知らないけど。楽しみだね。すごい！割と小型だよね。一人で操業するんだ。かっこいい！てか到着、出勤してから出発めっちゃ早いね。早いね。準備めっちゃ早い。乗せてもらう船です。本当だ、釣り船みたい。乗っていいですか？ありがとうございます。お邪魔します。ちょっと行くときに今日のエリアは大鳴門橋の下通っていくところなんで、そこ通るときだけちょっとまあ何かに捕まったりとかちょっと揺れるんで、潮の中通るんで。あ、でももう釣りしてる人とかいるね。よく釣れるんだ。やっぱりだって鳴門海峡はさ、渦潮があるから魚めっちゃ取れるっていうのは、渦潮の仕組みを改めて説明すると、この鳴門海峡っていうのがそもそもこう陸と陸がこう隣接してて、通り道が狭くなってるんですよ。そうするとこっちの海とこっちの海をつなげてる道だから、流れ込む外海と内海潮、そうするとこう高さが違ったりするんで、速さ高低差があることからこうなる。なんかイメージ、コスをさ、スタムの勢いよくビュッと出るじゃん。その細まってるから勢いが速くなる。なんで潮目っていうのはなんで魚が取れるかっていうと、海底にハイプランクトン、餌になるものがあるから、それをかき混ぜる塩ができるからいい漁場になるっていうのが、まあ、一般的に言われてるんですけど、この辺りはめちゃめちゃいい魚なので期待です。しまみさん、今日は何の魚を取るんですか？今日はツバスメイン。ツバス、おお、パスタ何キロぐらいですか？まあだいたい2キロ前半ぐらい、 2.3 とか 2.2 とか2キロちょっとぐらい。もう昔はタイをメインで釣ってたんですよ。鳴門鯛が有名だったんですけど。食べました。あ、ほんまですか？めっちゃ美味しかったです。よかったっす。でも今まあタイ釣ってたらタイの値段がやっぱりどんどん下がってきて、それでこう一本釣りの漁師は今生活できんぐらいちょっと安くなってるんで。やっぱ天然のタイって確かに養殖がすごい値段が上がってるイメージですね。でやっぱり養殖の方がこれなんかぶどまりもいいし身も安定してるっていうんで、やっぱこう取引が多いんで、天然が結構やっぱ安く取引されちゃうようになってきて。確かにそうだ、市場に出てるやつ天然の方が漁価高かったり漁価が安かったりするわ。だから鳴門鯛とか天然のものじゃない青物を狙い始める。わあすごい、橋くぐるの？でもこの辺まさに渦が巻くところらへんですよね。ああ、そうですね。もうちょい橋の下の方が一番巻く場所です。大丈夫？そんなとこ行って任してください、任してください。くる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 。うわーしょっぱ
すごいすごいすごい。え、それでやるんですか？はい、手釣りっすね、僕らは。え、竿を使わないんですよ。うわ、めちゃめちゃ私一本釣りってこういうイメージでした。カツオの一本釣りみたいな。9.9 割そのイメージなんで、おお。あ、でもなんか一気にみんないなくなった。これ潮で流れされてるんで、船が。あ、潮で流されてんのこれ。そうです、そうです。だってさっきまでこっちにいたのにさ、見て、あっちにみんな移動した。確かにめちゃめちゃ近くでやってるけど、投げるとね、この距離だと当たっちゃうけど。確かに本当だ。落とすだけだもんね。でも親子3代でやってるって他にはいないんですか？みんな後継者は。2台までが多かったっすね。2代目まではあったけど、3代目がなかなか。そうですね。私たちのぐらいから漁価が本当変わってきましたしね。そうっすね。森さんとか流通業者の方も多分難しい世代と思うんですけど、変化が大きかったですからね。そうですね。ここ10年でも。漁とか魚の取れる魚も変わってきましたし、取れる場所も変わったし、はい実際魚も変わってきてますか？西山さんが始めた時。もう僕はだからやり始めた16年前はメインでずっとタイ狙ってたって言ってたんですけど、10年前ぐらいだから入って56年ぐらいしてから青物がドカーって入ってきて、やっぱ青物の方が1匹釣った時のキロ数が重たいんでタイ以上にいっぱい釣れるんで、だからもうメインで釣る魚が青物に移行していったんですね。結局そのキロ数が上がれば上がるほど収入も増えるからってことですよね。一応まあ増えるんですけど、やっぱりいっぱい釣れた時は魚の単価も落ちちゃうし、そうですよね、市場ですもんね。はい、難しいな。いっぱい取ればいいってもんじゃないですもんね、はい、しかもみんな同じエリアだからみんな取れちゃうし、本当にちょっと心配なんですけど、いつもこれくらい最初からなかなか当たりはない感じ。いや今日めちゃくちゃ珍しいです。すいません、スケージョというちょっと名前がちょっと最近ついちゃってて、なんかあるんはい先にお察しされる前にお伝えしておきます。よかったからマジでよかったと思った。苦笑いですよ、もう本当に迷惑でしかないじゃん。大丈夫、それをなんとかしてくれます。お願いします。誰もだって上がってないもんね、魚。上がってないですね。これこう今どっちに流されてるか分かります？こっち。ああ正解です。僕らはそれをこう山の景色見て自分の船が今どこにおるかを確認してるんです。確かに分かんなくなりますね。そうなんですよ。同じ風景だし。でどっちから潮が今来てるのかっていうのもどう流れてるのかっていうのをこう山の景色で、山の景色で判別する。はい、なんかぐるぐる回ってるから向きも分かんなくなって。魚のポイントは景色で見ながら、でそこで釣りやったらそこについてる魚の反応を魚探で見るみたいな。記憶してくんだ。そうそう。で大体もう昔から魚が居つくポイントって昔の漁師からずーっと釣りやってきとんで、もうあんま変わらないんですよ。あ、一緒なんですか。はい、じゃあタイやるんだったらこの場所とか、ハマチやるんだったらこの場所とかで、この潮だったらこの場所とか。塩で変わるんだね。全然釣れないですね。寝ようかな一回。いや、そういう問題じゃないんだよ、もう大丈夫だよ。一回私を下ろしてってもらう。私のチャンネルでやる必要ないでも実際海の神様は女性だから女性を乗せちゃいけないっていう漁師さんもいるんだ。そうかそうか、なるほど。じゃあちょっと海の神様に対して何か一言もらえますか？海の神様、私は女のように見えて女ではない。安心してます。大丈夫、誤解がいろいろ生まれない。大丈夫。お願いします。ということで海の神様なんとかお願いします。めっちゃ近い、めっちゃ近い。だからこのテグスあるじゃないですか、はい、釣り糸。これの、はい、釣り糸ってテグスって僕ら言うんですけど、テグスの発祥ってこのナルトなんです。あ、すごい。江戸時代からあるってことそうです。この一本釣り自体が漁法が江戸時代からずっと続いてて、で今までこうずっと前道具自体はいろいろ進化しながらこう今まで残ってる漁法ですね。釣り人の聖地かもしれないね。そしたらだってこれがなきゃ釣りできないもんね。そうだよね。これもう何頭目ですか？10頭目ぐらいじゃないですか。あ、なんか触っとったな。タイが触っとった。嘘。タイってわかるんだ。なんでそれわかるの？全然。こう食べてき方で魚のこう食い方がダイレクトに伝わるんですよこれ。今のちっちゃかったんで、ちょん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 みたいなちょっと細かいです。ハマチだとグッグッグッ。感じてみないとわかんない。ちょんちょんとって言われてもわかんないんですよ。ちょんちょんタイやでって言われても確か教えれない。すごいな。これもう永遠にさループしてるじゃん。
れないなら他の場所にって思うけど、昔から魚のいる場所は変わらないんだもんね。だからそれも代々昔の人から受け継がれてる魚のポイントっていうのがあって、そこをずっと守ってやってる。でもこれもさ、全部人間の口だったりで受け継がれていってるわけじゃん。受け継ぐ人がいなくなったらそれもう分かんなくなっちゃうよね。実際に取り続けて魚取れるからこの場所守られてるけど、毎日漁に出る人がいなくなったら分かんなくなっちゃうね。なんか来てきた。来た？お、来た。見ててくれよ。おめえ以上。みんなに濡れ衣を着せられ続け、早6年、ちゃんと取れる。なんか西山さんが、来てるの？いるいる、来てるの？いるぞ。あらら、どこだ？いた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 。そう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 。やったー。綺麗。やりましたね。よかった。とりあえずホッとしたのね。わあ、ビチビチ。お、見て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 。水槽水槽。生かして持って帰るんだ。そうっす。わ、これはすごい。釣りならではですね。はい。生かして持って帰ります。生かしのままもう出荷するってことですか？そうです。生かしのまま組合に水揚げしたら、僕らは生かしのままで、そこから市場の業者が取りに来て、市場の業者が締めて、その日の市に並べてくれるんです。すごい。だから一本釣りなんですね。そうっすそうっす。で、いい状態でキープしておけるんで、こう市場に並べる手前までほんまに生かしたうまま。わー、すごい。絶対こんなん美味しいじゃん。青森のカツなんて本当に美味しいよ。すぐ閉まっちゃいますもんね。そうなんです。やっぱりこう網で取るとさ、魚って擦れて死んじゃったり弱っちゃったりするからなかなかね、丁寧に取れば生かすことはできるけど、やっぱりこれ釣り物の特徴だよ。足で。やっぱこれ少ないですね、今日は。めちゃくちゃ少ないと思う。めちゃくちゃ少ない出ました。塩的には昨日より釣れんとあかん塩なんで、塩はいいんだ。はい、塩はめちゃくちゃいいです。だからめちゃくちゃ安心しとったんですけど、僕もちょっとびっくりしてますね。びっくりしてます。びっくりしてます。私は女の皮をかぶった森高志なんで、場所が近いと燃料の問題はそんなに影響してないですか？今この場所はあんまりないんですけど、一番魚が釣れる場所があるんですけど、まあ、今はそこにあんまりついてないんですけどね、ハマチは。そこはもう潮がブワーって流れてるんで、もうアクセルほぼ全開ぐらい回さないと潮登っていけないんです。ずーっとエンジンかけっぱしなしなんだ。そうそう。だからエンジンにも負荷かかりやすいし、油も結構炊くんですよね。乗馬までの距離は近いんですけど、じゃあそっちの方にスポットが移動した時は結構量問題で。結構高くつきますね。ああ、それ大変だ。原価だって言った人、今の話をよく聞いてくださいよ。だいたい1回食わしたら、まあ、1匹ではあげてくるなと親父にも何回も言われましたね。一匹ではあげちゃダメだ。もったいないじゃないですか。確かに。針いっぱいついてるのに確かに。1匹であげちゃうと、そのやっぱ、まあ、1時間にやれる回数なんて決まってるんで、ほぼほぼだからその1回の回数で何匹釣るかっていうのがやっぱ一本釣りって大事なんですよね。なるほど。魚の食う時間って、まあ、慈愛って言われるんですけど短いんで、なんか限られた時間の中で釣らないともうその日はダメになっちゃうから。そう魚が食い手になった間に食わさんと。なるほど。じいちゃんが船を買うたんですよ、この。石上さんのためにってこと？そうそう。でもまだ当時やりだした頃だったんで、やっぱ一人で行くと危ないんですよ、潮が速い場所なんで。だから5年ぐらいはずっと親父と一緒に乗って。じゃあ2人でずっと漁してた。そうそう。じいちゃんがその間ずっとこれ乗って。一人デビューは5年後ってことですか？大体そうやね、5年後だったね、やりだしてから。一人デビューしてからも全然釣れませんでしたけどね。そっから5年ぐらいはやっぱ全然釣れんかった。で10年経ってようやく1万円の量がようや出てる。くまあ一人前ぐらいになれたっすね。スポットが分かってなかったとかっていうこ釣りのやり方が分かったというか、魚がじゃあおるポイントが分かってるっていうじゃないですか。そこにやっぱりどんな潮でも自分の釣りを落としてあげんと魚が食わないわけじゃないですか。それをいかにこう精度よく
潮で流されちゃったりするからちゃんとそのスポットに落とすっていうのがまず難しい。で釣り自体もこの下でグニャってなってるの、潮が何重にもいってる。確かに確かだからそれを読んで自分の釣りがちゃんと魚がおるポイントに落ちてるかどうかを把握せんとあかん。2匹目釣れました。に。来た。ねえ西上さんの話だからちゃんと仕事してるからすごい。やっぱすぐわかるんだ。わかりますね。結構引いてるんですかそれ。そうやね。結構口結構重たいですよ。あ、いる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 。いるぞいるぞ。ああ、いいサイズ。大きい。めっちゃ綺麗。元気落ちないでね。でこの船自体も鳴門海峡専用に作られた船なんですよ。どういう風に違うんですか。小型でしょめっちゃ。はい。小型でめちゃくちゃ高馬力のエンジン積んでるんですよ。まあ船速が出やすいような設計。小型のほど、まあ言うたら、潮がぐるんぐる回ってて、僕釣りやってる時もいろんな方向向いてたと思うんですけど、船が。釣りやりながら小回りの利く舵が効くような船を設計してくれたんですよ。その昔に。だからそもそもこんなに潮が強い場所で釣りってそんなしないから小型の船で。だはいからなかったんだ。こういう船が。この潮目の強さに合わせた設計になってる。そうなんです。だから竿も使えないんです。竿で釣りできんぐらい潮速い場所なんで。折れちゃうってこと？折れちゃうというかもう間に合わないというか。あー、なるほどね。本当に昔からみんながやってきて今この形にたどり着いたんだ。すっごいアナログに見えるけどちゃんと理由があるのね。なんかもっと進化してもいいのにと思ったけどこれが最終形態で正解なんだ。はい、スポットはいくつかあるんですか？ポイントはもう何個もあるんですけど、そこにこう魚がおるかどうか、それを魚探とかで見て、またポイント変わってみたいな。じゃあ一旦ここで狙うのはちょっと大きいサイズですね。マラサブリ。なんかもう半笑いになっちゃってる。大丈夫ですか？全く反応がない。全く反応がない。あと1回か2回やって、はいダメやったらちょっとタイやりましょうか。もうだんだんやれることの数が減ってきました。あ、手袋取った。なんでですか？こっちのまあ当たりがこう分かりやすいように、この右手の方だけ外しました。それは狙う魚を変えたから。タイとかそっち系になったんで、やっぱ当たりが繊細なんでね。だからハマチとかよりはやっぱりイサギとかタイ釣ってる方が面白いですよね。面白いんだ。はい。自分の力が。でハマチとかはやっぱり大体サイズが揃ってるじゃないですか。でもタイとかイサギってちっちゃいやつもおったら大きいやつもおるんで、そのちっちゃいやつと大きいやつでも口の使い方が違うし、だから釣りのこうゲーム性の高いのはやっぱそのイサギとかタイ釣る方がゲーム性高いんで面白いですね。マニアックな世界だね。あれなんかいるいるいる。これタイやね。ナルトダイ。綺麗。めっちゃ綺麗。袋入れ裂いて、ちょっと出てたイを中に入れてあげて、どうしてあげてはいめっちゃ細かい仕事。もう浮き袋とイ出てるだけで魚も弱っちゃうし、で値段も下がるんでね。あれもめっちゃ親父に言われましたから。この昔タイ狙った時は春はイカナゴで秋はエビをそこに巻いて釣ってたんです。こう特殊な機械使って釣りと餌を一緒にこう落とせる機械があったんです。そしたらもう前言うたらそこにやった瞬間にもうタイが集まっとんで100発100中くんですよ。そこに落とせるたら忙しいって知らないですよ、このエア抜きとかが。全部一人ですもんね。親父が釣って僕に渡してきて、僕がエア抜いて池間に放り込んで餌入れてみたいな。お父さんはやっぱりすごい、おじいちゃんからそれも教わったんですか？ずっと口で伝承されてきてるそうやり方を。でも親父はほんまに天才なんで。尊敬してるんですね。お父さんを超えるっていうのがまずは目標なんですよね。そうやね。最初やってる時ってすごいなとは思ってましたけど、でもこう自分が釣れるようになっていってから余計こう親父の凄さが分かってきて、だから年数重ねるごとに近づいていかなあかんのですけど、なんかどんどん遠ざかっていくようイメージがして、逆に。あやっぱすげえなみたいな。
でそうですよね。知らない業界のことって自分でもできそうって思うけど、知れば知るほど現実が見えてきて自分の実力不足だったりとか相手の凄さっていうのは分かりますもんね。やっとこう実力が把握できるっていうね、そのやりだして。西上さんが本当に自分のものにしだしたってことですよね。そうだね。こっちがこっちがハマチ道具です。ハマチ。こっちがタイ道具です。これ何が違うんですか？これこの鉛の大きさですね。石の。あ、本当だ。ちょっと大きいですね。で、魚種によって使い分けてたんだ。違います。これ大体こう触ってて何がかかったか分かるんですか？大体ね、わかりますね。イサキとかだと、こう食い上げてくる感じなんですよ。食い上げてくるスカーンってこう一瞬ふわってなるっていう。へえ。本当に手の感覚めっちゃ大事ですね。そうっす。めっちゃでもわかりやすいですよ。この一本釣りの道具でやってると。へえ。イサキっすね。あ、すごい感覚一緒。うわー。一日の水揚げの去年も取ったんだって。すごい。その時の成果はどのぐらいですか？それがその今まで過去で一番だったんですけど、過去一過去一の740キロ。740キロ。一人で？すごー。お、ここで水揚げ。わ、いけすがある。こんなでかいの取れるんだ。これは誰が取ったやつとか決まってるんですか？決まってないです。共同出荷。それ売り上げはどうやってシェアするんですか？だからこの人が何本釣った何本釣ったを今から上げていくんで、みんなの魚を共同で出荷してみんなの単価は一緒なんです。じゃあ数だけカウントするんだ。じゃあ一本釣りはみんな運命共同体ってことですね。価格。5台にしあみさんのおじいちゃん、これらがお手わ、いいサイズのタイ取ってる。1キロサイズだ。おお、いい。なんでおじいちゃんはあんないいサイズ取ってるの？すごいな。だって特別ケースに入った。5キロ。1キロか 1.5 ぐらいのサイズ。今おいくつでした？ 86？ 86。お孫さんはどうですか？上達しましたか？ちょっとはね。まだまだ。今日やっとる。今日もいっぱい取れてましたよ。孫たちもやってほしいですね、漁師に。ならんか。大変ですかね、やっぱり。ああ、そうなんだ。継がせたくないんだ、おじいちゃん。だね。大変だからね。苦労してるから。偉いですよね。ね、今いろんな仕事があるからね。勉強してサラリーマンになるのが一番いい。お孫さんにはそうなってもらいたいのか。でも今すごい楽しそうにやってましたよ。じいちゃんとお父ちゃんにはかなわんって言ってた。今もじいちゃんがどんだけ取れたか見てきてって言われて、今偵察に来ました。そしたら大輝くんの4倍5倍ぐらいは取れてました。すごい、彼女見て。柔らかいね。さっきまで生きてたから触らせてくれる？普通一番タイプピンってなっちゃってるからね。ありがたい。ありがとうございます。はい。じゃあこれをちょっと今日は一緒に食べてみましょう。お願いします。ナルトタイ。薄暗い朝社長と出勤おにぎり片手に眠い目をこするトラック車内じゃない話実は大切な親子の時間やってきた名古屋中央卸売市場活気いっぱいたくさんの長靴姿輝く瞳今日は何の日かな愛情を込めてね
ナルトダイのお刺身。はい、ということで完成しました。こちらが西上さんファミリー。かわいい。じゃあ今日は西上さんファミリーとパパが取ったタイを食べようよ。イエーイ。イエ私も楽しみ。ねこれ何で食べるのが美味しいですか？これは僕ら昔から使ってる醤油、農協さんの醤油なんですけど、特油。美味しそまず醤油からいってもらいましょう。ぜひ。はいじゃあここはい。あ、これ。さすが豪快ですね。はい。そうなると思った。わーい、いただきます。せーの。う。かわいい。いただきま。ますす。いいよ。あ、わかめこれ切らなあかんかった。美味しいね。うん、これ食べ。うまいね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、海にね。はい。さっきひいじいちゃんすごかったぞ。ひいじいちゃん元気だね。で、おじいちゃんからが漁師の家系なんですか？僕のじいちゃんのお父さんもやってたんですけど、その戦争で亡くなっちゃったんで、じいちゃんからずっとやってるみたいな。すごいね、じいちゃん。じいじかっこよかったもんね。わかめ、ナルトわかめってやつですか？そうです。天然のわかめ多分市場に1割ぐらいしか出回ってないんで。天然わかめって私食べたことなかったんですけど、はい人生で初食べた天然わかめが西上さんの天然わかめ。あ、ほんまっすか？はい全然出回らないんでしたいな。食べてください。長い。そのままいってた。なんで止めてきた。すごい。シャッキシャキ。わかめって溶けちゃうイメージ。こんな食感あるんだ。ちゃんとしっかりした歯ごたえがあって、めっちゃ香りいい。で香りがこうね噛んでるとバーって出てくるんで。最後に釣りたてのタイと同じ香りがする。ね、これ魚好きになるよね。だってもう必死だもん。ちょっと今日聞きたかったのは、さっきおじいちゃんにも話聞いたんですけど、はいやっぱり継がせたくないと。はい。大変だから。こんな仕事をやるよりサラリーマンになってほしかったって言ってました。はい。やっぱ言ってました。でも、あいつはようやっとるってってるって言ってた。言ってました。初めて聞きました。うん。ありがたいです取れるようになりましたかって言ったら、ようやっとるって言ってました。初めて聞きましたね。はい。もう親父からもじいちゃんからもあんまりというかほぼ褒められたことないので。そうですね。さっき。周りからはこうやって言いよったぞってこう聞くんですけど、でそういう親心じゃないですか。多分私の父親とかもね、継がせたくなかったっていう、でそれから今水産業界って難しくて稼げなくてっていう。だけどさっき戦場でも話させてもらったように、今いろんなツールがあって、こう多分西上さんファミリーが守ってきたこの漁場だったりとか、その教えてもらった技術っていうのってすごい価値があると思うんですよ。私今日一日見させてもらって。改めて今お父さんおじいちゃん反対されたかもしれないんですけど、息子さんたちに継いでもらいたいって思いますか？もちろんやっぱ継いでもらいたいですね。やっぱこんだけすごい漁場でもうずっと続いてきてる漁法だし、でその知識とか技術とかそういうのもやっぱりもったいないんでなくなっちゃうと、だから継いでほしいですね。って言ってるけど、どう？漁師になりたいと思う人？あとくん。いやー、かっこいい。本当に？漁師になりたい？お父さんと同じお仕事してみたい人。もうなんか確固たる自信があるな。覚悟がちょっと決まってそうだ。それなんで？船に乗りたいんだ。船に乗って何したい？魚釣ってくれちゃい。魚取って切りたいんだ。もうバッチシじゃん。それ漁師になったら全部叶うもんね。船に乗って魚取って切りたいっていう。しおりさんさえこの未来につなげていくことができれば、最後の後継者じゃなくなる可能性も、そうです。最後の後継者になる可能性を背負ってますから頑張るんだ。最後の後継者がこうつながっていったらね、結局なくならない。でも今日話聞かせてもらって、やっぱり西上さんのその最後になるかもっていうその危機感持ってる人って少ないと思うんですよ。私たちも今まで意識したことなかったんです。西上さんのこういう置かれてる環境だったり、今やってる仕事内容もそうですけど、多分最後になるかもっていうシチュエーションが今日ありありと見えたので、それ聞いて初めて最後だったらどうするっていうのを考えた時に、いろんな使命を担っている身なんだなっていうのを改めて後として思いましたので、なんか革新的な取り組みをされてるなって思って応援したくなりました。ありがとうございます。その原動力はどっから出てるんですか？やっぱりこの仕事が好きっていうのがやっぱ一番あるし、でここで生まれてこの仕事してで代々こう受け継がれてきた仕事なんで、やっぱ守っていきたいっていう気持ちがあるんでね、
そこが原動力ですね、やっぱり。奥様はそばで見ててどうですか？もうめっちゃ大変そうやなと思うしなんかやっぱ波とかもめっちゃ荒くて鳴門の海ってすごい危ないって聞くんそうで、ですねめっちゃ心配なんですけど、まあ、頑張ってほしいなって思います。子供も多いんで。でも漁師の西上さんに惚れたんですね。いやでもなんか最初漁師って何って感じだってそうなんだ。なるほど。そう漁師身近に全然なかったんで漁師って何なんだろうって感じだって付き合って結婚してめっちゃ大変そうなのがやっぱり分かってあ、じゃあ実際にそばに来て初めてその大変さっていうのが分かったんだ。多分結婚してなかったら分からんかったと思います漁師の大変さとかは。今日私たちがこうやって見させてもらってる中とか今日この動画見てる人も本当に一握りしか分かってないのかもしれないね。今後どうですか？未来は明るそうですか？でも多分めっちゃほんまに頑張っとると思うんで、素敵。未来は明るいことを信じてなんか愛ですね。僕もやっぱりこう家族のために頑張ってるんですけど、嫁さんが追ってくれるんで仕事ができるんで、改めて感謝と愛を伝えた方がいいんじゃないですか？そんなチャンネルでしたっけ？もうこういうコーナーになりました。はい、もうどうぞ。日頃の奥さんのありがとうございます。頑張って。本当に今日西上さんの魚とかこの鳴門の海に対する愛がなきゃ続けられないなっていうのと、もう一個やっぱり家族愛っていうのをすごい感じました。お父さんおじいちゃんへのリスペクト、本当そそして奥さんへの愛とね、続けてほしいね。ということで皆さん、我々寿商店はこの鳴門のお魚めちゃくちゃ美味しいっていうのを今日分かったし、知っていただきたいっていう気持ちがすごく強くなりましたので、この8月徳島鳴門フェアでいいですね。もうナルトフェアにしよう。もうはい徳島よりもナルトフェア行こ徳島の中でも鳴門フェアっていうのをやりたいと思います。う。もう昨日決めて、今日確実に決めてやりましょう。昨日アイデアを思いついて思いついて戦場で確信に変わり今発表しています。はい。先ほど業務ラインにも送りました。はい、送ってました。はい、送りました。ぜひ、また情報はね、インスタグラムだったり、ホームページの方でお知らせしますので、ぜひ一度ご賞味ください。でねありがとうございました。最後何か皆さんにメッセージありますか？鳴門最後の後継者にならないように伝統漁法守っていくんで、これからもちょっと応援の方お願いいたします。応援のお願いします。心があったかいな、もいい一日だった。ありがとうございました。う。ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、てりたくん。ありがとうわ。バイバイ。かわいい。もう守ってくれよ。ほんまや。もうここで2人は確定してるんだね。